やめます、このやり方。これがアンティークです。ここシャンデリア工房です。上とか見てもらえば分かるけど、これ50年前とか70年前の僕が海外にヨーロッパとかアメリカとか行って買い付けたシャンデリアを、修復して、あと向こうの壁に真鍮のパーツがあるんだけど、こういうのを組み合わせてオーダーシャンデリアとかをやってる工房です。お客さんが持ち込みで持ってきたんだけど、ご両親の別荘で、昔はシャンデリアとして使ったんだけど、軒下でずっと何十年も放置されてたらしいんですけど、ご両親亡くなっちゃって代替わりされて、クリスタルも最初ついてたらしいんだけど、なくなっちゃってるんで、とにかくこれが作られた当時の状態に戻してほしいっていう依頼です。外の軒下にぶら下がってたっていうことなんで、こういう錆とかもうかなりひどいし、一番困んのがここってなんだろうな、ソケットが立つところで、昔だったらここにろうそく立ってて、これがろうそくの受けなんですけど、ろうそくの受けが1個ないつうのが決定的だな。これなんとか探さないとダメっすよね。今わかる程度で、結構、重症ですね。本来ならこれスルッと取れるはずなんだけど、もう錆が固まっちゃってて、来た。これ見てもらえばわかるけど、真鍮なんですよ。で、真鍮の鋳物、イタリア、スペインとかで作られてる。どのぐらいかな、1960年代、70年代ぐらいだと思います。結構フレームもわかります？極小って言って錆みたいなものですよね。アンティークっていい汚れと悪い汚れがあるんで、これ悪い汚れだし、ここは鉄で作られてるんで錆びちゃうんですけど、これもなんとかしなくちゃいけない。僕一番このバラシっていう作業が一番好きで、なんで好きかっていうと、このシャンデリアが何年前に作られて、どこの国で作られて、どういう人が使ってたか、どうやって使ってたかとかって、推理するのが好きなんです。この中で親って思うのが、ここの部分、これヒッキーって言うんですけど、これアメリカなんですよね。60年代70年代にすごいこのスパニッシュシャンデリアっていうのがブームで、
60年代70年代に60年代とか一番世界でどこの国が金持ちだったかって戦勝国だったアメリカがやっぱ一番金持ってたんですよね。でアメリカに行くと結構このスパニッシュっていうのがイタリアスペインに行くよりもたくさん見つかるんですけど、そういう流れでアメリカに一回行ったんだろうな。はい、これで全部ばらし終了です。そうすると問題これだけだな。こういうのホームセンターにね行って売ってればいいんだけど、売ってないんで、もう僕が持ってる今までずっと20年間ずっとストックしてたストックから探していくしかないんで。ない。よいしょ。それなかったらどうなってました？写真撮って、海外の仲間のところ、海外の仲間もこうやってパーツ持ってるやついるんで、ないかどうか探してもらうっていう、結構時間のかかる作業になっちゃうけど、よかったそれしないで。こういうのやり始めた時って10年20年やってればどんどん上手くなってって何でも直せんのかなとか思ったけど、実際にパーツがないと何も直せないですよね。なのでこういういろんなパーツの種類に分けてストックして、お客さんから注文っていうか修理の依頼来てすぐ探せるような状態に。人から見たらゴミだけどこれ僕のお宝です。ここなんて本当はもう開いてなくちゃいけないのに、もうバリがもうくっついちゃって塞がっちゃってる。本当はこういうように穴が開いてなくちゃいけないんだけど、ここ
ね、このオーナメントが曲がっちゃってるんですよね。あんまね、熱くすると溶けちゃうんですよ、線が細い。これで折ったらまためんどくさいことになっちゃうんですよね。はい、曲がり取れました。このパーツはもうサビサビで肉も多少薄くなっちゃってるんで、これとこのパーツ使って作り直します。これ作った人すごい腕がいいな。この穴を開ける感覚とかそういうの、なんていうの、あとこれドリルで穴を開けるんだけど、すごい精度がすごいいい。この今やってるのはさっきもやったバリ取り、ドリルで穴開けると分かります？こう立っちゃってるのね。刺さるっていうか出てきちゃうのね。この中にコードが入るからコードを傷つけちゃうんで、全てバリを取ると。これで昔のこれマイナスネジなんだけどデッドストックを持ってるんで、これで仮組みをしてバランスを見ると。今これ仮組みしてるんですけど、ここの穴がちっちゃかったんで、ちょっと穴をもう少し大きく開けようと思って穴開けしてたら穴が決壊しちゃってこんなになっちゃったんですよね。まあ多分肉ってこの厚みがすごい薄いんで多分脆かったんですよね。まあなんか修理とか修復とかやってるともうほんとこういうのがもうつきもので
突然こうトラブルみたいな風になっちゃうんで、どっちにしてもこれもう壊れちゃってる、もうここの部分も決壊しちゃってるんで、これなんとか元のように戻さないといけないんで。毎回同じような綺麗な流れで作れるものなんて何一つないんで、大体何かしらトラブルはありますよね。でも今回すごい肉が薄かったんで、補強するにもこれ長く使うためにもやっといた方がいいと思うんで、これはこれでポジティブに受け止めて。これはフラックスって言って今ロー付けするんですけど、ここの隙間にローをこう入れて、それでくっつけていくんですけど、ちょっと待ってくださいね。つきました。今からこれ整えて穴を開けて、真鍮って銅と亜鉛の合金なんですよ。だからその亜鉛が多いのかなこれ。とにかくいつもやってるやつは全然違う感じですよね。ちょっと待ってくださいね。そっか、分かった。もともとこれのピッチはおかしかったんだ。
もともと前作ってた人がやっぱ寸法がおかしくて、これ最初多分外れてたじゃないですか。だからやっぱ最初のなぜそうなのかはわからないけれども、それに合わせようと思ってやったけど、もっと長めにやらなくちゃ基本的に問題解決しなかったんだよ。穴が際に開きすぎていたっていうだけどそれにはやっぱ理由があった。でこの鋳物のこの寸法がこれやっぱ短かったんですよね、最初に。だからもっとこっち側を長めに取らなくちゃいけない。だけどまあ前これ作った人はまあなんとかギリギリでかわして作っちゃったってことですよね。はい、これで仮組みが完成です。で、ここのお皿バラバラじゃないですか。まあ、ちらっと恐怖のとつぶやいたと思うんですけど、まあ、どういった点でそう思ったんですか？いやだから火をかけすぎるとこれがポロッ溶けてポロッと取れちゃったらもうおしまいなので溶かさないように。だけど融点が分かんないからあんまあったかく熱しられなかったらこの曲がりが取れないわけだしっていう意味で恐怖の。全然ダメ。火の出し方で全然、ね、温度が変わってきちゃうんで。こういうことです。マジか。これどうすんのかってなったら、これまたさっきやったみたいにロー付けでやる。だけど曲がり取るにはもうこのやり方しかないんですよね。
やめます、このやり方。これがアンティークです。ダメ、あれ多分ねジンクが多すぎると思うわ。今日はもうカメラをあんま気にせずに、ただ粛々と。金属と金属の間にロウを流し込むんだけど、それが均一になんていうの熱をかけて流し込まないと使ってると折れちゃったりするから。はい、元のようにくっつきました。こっちの本体を曲げようとしたんですけど、まあ結局曲がらないで折れちゃったんで、こっちに下駄を履かしてこっちを削ってフラットきれいに出していこうかなって思います。ここ見て。わかります？これがこうだったのがだいぶ下がって、あとこれが今こうなってるんで、
こう上げてやると。シャンデリアってなんか西洋の伝統工芸なんですけど、僕やっぱ日本人なんでこういうアームがなんかちょっとなんか曲がってたりとかなんかこう歪んでんのがやっぱ許せないんですよね。ちょっと下げる。でも買い付けとかでねヨーロッパとか行ってみると結構歪んでたりとかするんですよね。だけどすげえかっこいいんですよね。だからまっすぐにすればいいっていうなんかまっすぐにするゲームでは全然ないんですごい難しいですよね。なんか答えがないというか。よし。はい、全パーツエイジング終了でこの後は組み上げと。
OK。今から仕込むソケットとコードだけは消耗品でだいたい10年ぐらいで劣化して問題を起こすんで、新しいコードと新しいソケットをつけていきます。フレーム完成したんで、これからクリスタルをここにつけていきます。シャンデリアのその様式っていうのがあって、使われるパターンっていうのが多分あるんですよ。見たことないというか違和感のあるクリスタルっていうのは絶対にあるので、それを選ばないようにっていうのはあります。日本の居住空間はやっぱり海外とかに比べると天高がそんなに高くないので、できるだけ高さを抑えて横幅が広いのが欲しいっていうのが日本の人たちの一番よく聞く話なんですけど、様式としては本当は長くしたいものも結構短く作ったりとかっていう感じでお客様に合わせて作ることが多いんですけれど、こいつはもうすでにこのお尻の部分が下に来てるので、ファイナルのクリスタルはできるだけこれ以上下に行かないように、最小限のクリスタルだけでつけるっていうのはこいつはもう決まりですね。でこれで完璧に綺麗なラインとは言えずとも、こいつがもうちょっと下がってもいいのかなっていう気もするんですけれど、古ければ古いほど曲がりがあったりとかで、それをもう工房の方で修正しようとしても効かなかったりして、フレーム自体がもう曲がってることっていうのはよくあることで、そうなると左右対称にしようと思ってもなかなかうまく綺麗にはいかないんですよ。自分はできるだけ綺麗にもう測ったようにやりたいとは思いつつも、自分も実は何ですかね、アンバランスなシャンデリアもありだと思っているので、手作業感が出るというかにじみ出てるぐらいのフォルムになるのが一番いいのかなとは思ってます。ただ遊びすぎると、僕と平田はこれかっこいいじゃんって言っても受けないことが結構あるので、そこはみんなが好きだって言ってもらえるような最大公約数に近づけないとなっていうのはあります。ここちょっと当たってるの分かります？でこっちは浮いてるんですよ。もうフレームが多分一個一個昔作られたやつで高さが違うので、
ギリギリ。結構日本のお客さんが傷物とか不良品っていうものにすごい敏感なお国柄だと思うので、できるだけこういうものだよっていう説明はする上で、まあなんかそういう違和感っていうか、そのみんなが気になりそうなところは減らしていかなきゃいけない。アンティークって100年以上前のものとか価値のある古いものとか、なんかよくそういう解釈みたいなのを聞くんですけど、僕はそう思わないで、なんだろうな、壊れたら直してクリーニングして整えてきれいにしてあげて、でまたそれを長く使っていく。そうするとだんだんそのものに思い入れっていうのが入ってって、その思い入れっていうのがなんていうかな、アンティークなのかなって。よし、これで完成です。じゃあちょっとつけてみますね。はい、これで修復完了です。